だからやっぱ両方結果出せないやつを最悪なわけですよ。はい、確かちょっとよくわかんないからまあ普通にやっとくかみたいな。に。これぐらいの上司がベストなわけです。そうですね。はい。こんにちは。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくり、育成術など役に立つ内容をお話ししています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今日もカットしたんだね。はい、よろしくお願いします。今日は何でしょう？今日は会社を危機に追い込むがん管理職というか、職場で管理職が与える影響だったりとか、管理職の適切性とか、ちょっと今疑問を感じていまして、特に組織の停滞とかトラブルの原因が、管理職にあるのではないかなと思うことがありまして、管理職が自己中心的だったりとか、自分の出世ばかりしか考えていなかったりとか、管理職が目的を把握していないとか、そういった管理職が組織に悪影響を及ぼしているのかなと思うんですけど、モンデ社長の意見を聞きたいです。そうですね。一つは結果出せない人。やっぱ結果なんですよね。なんだかんだ言ってもやっぱ結果。ただこれ結果主義に走りすぎると、はい、プロセスを見なさすぎると不正してたりとか、ずるいことして結果出してたりとか、可能性があるよね。一番立ちが悪いのはやっぱ結果も出なくて組織を崩壊させる。いいことなし。会社で言うならば結果ってそもそも経営者とかが時間軸どれぐらいで考えてるかっていうのがあるんですけど、要は短期の結果と長期の結果両方やっていかなきゃいけないわけですね。管理職の目的っていつも言うんですけど、部下を成長させ最大限の成果を出すことだと、これしかないわけですよ。部下の成長させてっていうのは、例えばじゃあ1年スパンで今期の目標ですと、って言ったら、今期の目標達成に向けて部下を成長させて最大限の結果を出しに行くってやるわけじゃん。今度長期でもやっぱり結果を出してほしいから、で長期出すために何しなきゃいけないかっていうと、本当は育成なわけですよね。自分の成長もそうだし、部下の成長もそうだし、要は経験積んでって知識も積んでって成長していけば、今年よりも来年よりも再来年の方が結果出るはずじゃんと。こういうことを求められてるわけですよね。そういう風に当然目標もなってるとしたら、当然育成をしなきゃいけないわけですよね。だからそこに判断が揺れる人もたまにいるんだけど、要は目の前も結果出せ、長期でも結果出せ、どっちかじゃなくて両方やろうぜっていうまず必要なんだけど、なんで話戻すと、だからやっぱり両方結果出せないやつは最悪なわけですよ。確かに。結果出せないだけだったらまだしもいい。例えばじゃあ仮にですけど、短期で結果は出せなかったけど、長期で言ったら結果出せそうだっていうのは、ちゃんとその KPI をほじっていきながら、プロセスとかもちゃんと管理していって、ちゃんとモニタリングしていって、短期ではまだ成果出ないけど、長期でそれがリカバリーできるとか出せるような前提が読み取れるんだったら、我慢するしかないと。っていう感じなんだよ、経営者からするとね。それも見えない。要は短期でもこのままいくと結果出ないし、長期でも結果出なさそうと。長期は結果を出すようなプロセスになってないと。ってなった時に、これダメですよね。さらに、こういう人で組織まで壊そうとする人だね。で会社としての最悪は、短期も長期も結果出ません。そしてさらに退職者が出ますみたいな。なってくると、結果も出ないし、従業員も辞めてるし、こういう人はもう最悪だよね。そういう人がガンみたいな管理職にやっぱなるというか、やってるんだよ大体。じゃあ何やってんのかなっていうと、一番はね、口だけでね、行動しない人。管理職としてやるべきことやってない。一個分かりやすい例言うと、右から左上司みたいにたまに揶揄するんだけど、例えば本来役割って、じゃあ加藤ちゃんメンバーだとして、僕は社長じゃん。部署の、ね、上司がいるじゃん。例えば俺が今年はこういう方針で頑張ります。お客様を喜ばせることに最大限力を入れていきましょうってするじゃん。このぐらい逆にファジーなこと言ってんの。なんでかっていうと、部署ここだけじゃねえから。あっちのエリアもあるし、こっちの部署もあるし、例えば営業もあるし、人事もあるしって言ってるでしょ。いろんなところに向けて、それをテーマに、部署は何をできるかっていうことを掘っていかなきゃいけない。会社でっかくなればなるほど、トップが言うとファジーになるわけ。それは致し方ない幅広く言ってる。これを翻訳するのが上司みたいな役目なんだよ。要は社長はお客様を喜ばす。これに力入れていきましょうって言いました。例えば。そしたら、その管理職は、社長が言った方針をもとに、自分たちの部署が、その方針、要は目的に近づくために、立てた目標に近づくために、自分たちの役割何なんだろうと。これを翻訳して、
具現化してメンバーに伝えなきゃいけないわけよ。会社としての方針これです。社長こう言ってます。だとしたら私たちの部署は、こういう方針で自分たちの役割これだと思うから、こういう結果を最大限出していきましょう。社長はこう言ったから、じゃあ私たちの部署としては求められている役割はこれですよねと。僕らいつも言うのは、あなたに対する期待、求めている成果、役割みたいなことをこうすり合わせるわけだよね。それ伝わってるはずですと。伝えますと、こっちは。じゃあそれをもらったら、じゃあ自分は会社としてこの目的、目標を達成するために、近づくために、私の役割はこれで、求められている成果はこれですってなるんだから、それを出すために、これを変換して、メンバーが何をすればいいかっていうのをより具体化して落としていくことですよ。社長がお客様の喜ばせることを最重要でやりますって言ったら、現場だとして、その支店長は、会社の方針はこういう方針ですと。私たちの役割としては、現場のスタッフだから、最後の砦ですと。影響側のアンケート、お客様のアンケートだから、じゃあ、アンケート資料で何点、何枚取ることを私たちはやりましょう。そのために、挨拶をちゃんとやりましょう。ちゃんとやるっていうのはこういうことです。これを僕らの視点は、チームは徹底していきましょう。挨拶の評価に対して、お客様から100点が返ってくることを目標にして、一人一人やりましょうねと。とにかく挨拶をしっかりやると。これがやるべきことです。これぐらいの上司がベストなんですよ。そうですね。さっき言った右から左上司は、社長が、今期はお客様を喜ばすということに力を入れていきましょうって言いました。よし、頑張ろうちょっとよくわかんないから、まあ普通にやっとくかみたいな。でこれがちっちゃいことでこういう感じが続くわけ。問題起こした時もそうでね、事故を起こしましたと。社長とか上の人から、店長にね、なんでこんなことが起こるんだって言われたら、お前なんでこんなことが起こるんだって言っちゃうやつ。もっと言うと最悪なのは、なんで事故ったんだよ。社長も上司もめっちゃ怒ってるよ。なんでこんな事故起こしたんだって社長が言ってるよ。でも俺はさ、お前一生懸命仕事やってるの分かるからさ、いやあいつだって一生懸命仕事してんですよってちゃんと言っといたけど、あの人はちょっと分かってないんだよ。お前はどれだけ今大変かとか、どれだけ役立ってるかとか、どれだけの結果出してるとか、頑張ってるか知らないから、そういうこと平気で言うんだけど、俺はちゃんと言っといたよ。で、なんで仕事こうするとメンバーはさ、ありがとうございますみたいな。あなたは分かってくれるんですね。私は本当に一生懸命頑張ってるんです。それでも事故を起こしちゃいましたつって。分かる分かるよ、お前の気持ち。分かる分かるって。今回俺がなんとかうまく一番いいようにやってやるから、まあ気にすんな。頑張れ気をつけような。この上司。最低最悪ね。こういうやつがいかん。でも、今の話を聞いてると、スタッフ側からしたら、あ、この上司自分のために頑張ってくれてるなとか、自分のことを理解してくれてるな、かばってくれてるなってちょっと思っちゃう人もいるのかなと思ったんですけど。ゼロじゃないよね。だから最悪なんだやっぱ。よく言うんですけど、目の前のいい人は悪い人ですよ。って思った方がいいよ。要は、短期的にいいことは長期的に見て悪いことになることが多いんじゃない？例えばだよ、お菓子美味しいよね。お菓子好きだよね。子供の頃も食べれたらラッキーってなるよね。短期的に見たらお菓子美味しい。お菓子あげる人、いい人。じゃん？でもじゃあお菓子をずっと過剰に食べ続けたらどうなります？太ります。健康に悪いですよね。健康に悪いです。長期的に見ても悪いんですよ。お酒も飲んだ瞬間楽しいよね。いい気分になるよね。短期的にいいですよね。長期的にどうですか？毎日過剰に飲み続けたらどうなりますか？健康に悪いですね。でしょ？だから短期でいいことと長期でいいことは結構反対になることが多いんですよ。物事をよく考えていくと、本当にそうで、短期でいいことは長期的に見たら悪くなることの方が多いわけ。だから短期のいいところに流されていくと、長期的には悪くなるよね。そういうふうに考えると、短期的に見てすぐいい上司だなって思う人って意外と危険かもしれないね。いい人の定義もいろいろあるけど、自分に優しいとか、自分のことを考えてくれてるとかを、すぐ出会ってすぐ思っちゃうような感じは一番危険かもね。それよりも自分にいい人ではなくて、チームにとって正しい人みたいな、組織にとって正しい人みたいな人を信用した方がいいね。確かにさっきの事故の話とかもそうですけど、やっぱりただ目の前のいい人だとまたなんか同じこととか繰り返しちゃいそうだ。いずれ多分ね、なんか飽きられるのよ。最初はそういう人って口が回ったりするから、実はやってる手をすごい出すわけ。本当に時間が経った頃にやっぱ成果出ねえじゃんってなって、下からも上からもバレてくわけよ。
あれこの人なんかおかしいぞって。結局なんか何も変わってねえぞ。むしろ悪くなってんぞみたいな。上からの下からもられちゃうわけ。結局その管理職から辞めちゃうわけよ。残されたチームは会社にとって成果も出ない、モチベーションも低い、厄介だなぁってやっぱなっちゃうんだよね。いる人もかわいそうじゃん。最初はすごい僕のこと考えてくれてるんだとか、いい人だとか思ってたんだけど、なんかおかしいぞって。すごいいいことは言ってくれるけど、何も変わってねえぞ。何もやってくれてねえぞ。成績も出ねえぞ。だんだん化けの皮が剥がれてくるわけ。先にどっちがだから延命つけるか、メンバーが呆れるのか、管理職がもう化けの皮が剥がれすぎて逃げ出すのかみたいな。どっちかが先かみたいな話。目の前のいい人っていうのは結局人のことを思ってんじゃないんだよ。自分のことを思ってんだよ。自分がいい人って思われたいことにばっかりやってんだから。むしろ厳しい人の方が、組織にとって正しい人の方が、俺が大事とかあなたが大事とかよりも、まず組織として結果を出すこと、この目的目標を達成することが大事だっていうのが一番に思ってるから、だから逆に言うとすごい優しいわけではないかもしれないけど、巡り巡ってみんなにとってプラスになるよね。だって成果出しちゃえばチームの評価上がるし、もしかしたらそれが評価とか報酬とか紐づいてくるかもしれない。続けていったらどんどん上がってきますよ。みたいな方がよっぽどハッピーじゃん。そうですね。確かに。はい。ありがとうございます。目的がしっかりと決まっていない上司だったりとかっていうのはどう思われますか？目的が決まってないのは論外だよね。それはね、よくあるだから話がコロコロ変わるとか、プライベレンなとか言われやすいタイプ。正直目的とか目標がしっかりしてる人だと、ちょっとやり方がコロコロ変わったとしても、コロコロ変わったよなってネガティブに言われないからね。そうですね。芯があるというか。目指してるのはこれだからって。コロコロ変えたって言われたとしても、捉え方がそんなネガティブじゃないよね。確かに。そうですね。まずはしっかりとした自分の目的、目標を理解して定めることっていうことですかね。それは当たりマストだね。自分の出世しか気にしていないような上司とか。俺あんまりなんかそういうタイプは当たったことなくて、どういうところを見てそう思う？上司が社長とかに対してはすごいいい顔をしていたりだとか、人によって態度を変えてたりとかっていう部分を見ると、あ、そういう人なのかなとかってちょっと思っちゃうかもしれないです。強い人に教育をして弱い人に応援するみたいな。それも良くないよね。でも長期で見たら結果出ないよ、そういう人。短期が一瞬出るかもしれないけど、部下から信頼されてないんだから、こっち行こうぜ頑張ろうぜって言ったところでついてきてくれないじゃん。そういう上司がじゃあ逆についてきてくれないから何やるかって言ったら、心象必罰すごい激しくするんだよね。だからすぐインセンティブの話とか、すぐ罰のペナルティの話とか、結構そういうの多いよね。うちあんまそういうの好きじゃないから、長期時間軸考えてもそうなっていくから、だから結果良くないっていう話なんだけど、結果に現れますよ、長い時間だったら。短期の結果に騙されないことですね。上司に気に入られようとして部下に横柄だっていうんだったら、これは短期的目線のしか持ってない人だから、そういうのを見破る力は上司とかになったらつけなきゃいけないし、自分がそういう上司にならないように気をつけなきゃいけない。ちゃんと長期軸を持つってことだよね。ありがとうございます。過去の栄光ばかり話すような人っていうのはどうですかね？別に過去のこと話してもいいと思うんですよ。過去の武勇伝ばっかり喋ってみたいな話でしょ。まあね、どう捉えられるかわかんないけど、過去にこういう実績がありました。それは何をやったからですよ。ナレッジシェア的な感じでちゃんと言えるんだったら、別にそういうこともあるかなと思うの。自分も言う時あるし。ただ、結局問題は過去のことばっかり喋る人じゃん。例えば飲み屋に行った時に、酒飲んでる時に、昔はこうだった、ああだった、俺すごかったんだよ、こんな成果出したんだよ、昔は俺はイケメンだったんだよっていう人、飲んでる時に過去の話が 100% になる人は、未来に希望と夢を 0% ですね。持ってないからなんですよ。未来に対して夢とか希望を持ってる人は過去のことあんまり言わないですよ。特に飲んだ時とか。過去のことをバラバラ喋る人は過去の比率によるけど夢と希望を持ってないんですよ。未来に対して希望も夢もねえから、未来に対してね、目を向けたくないんですよ。だから過去を話すんですよ。未来に対して夢とか希望を持ってなければ戦略もないわけですよ。惰性ですよ。だから過去のことを喋るんですよ。今が惰性だから。だって惰性で生きてたら、将来に対して夢も希望もない、目的も目標もないんだから、話すことないじゃないですか。あったら未来のことばっかり喋りますよ。こうなりたい、ああなりたい、これをするためにはこうしていこうとか。
だから、過去のことばっかり喋る人は夢と希望がないんで、だからダメですよね。意図があって言ってるのはいいけど、目的がないとか、意図がないのに、お酒の席で過去の武勇伝ばっかり喋ってる人は、未来に対して夢と希望ない人だから絶対ダメだよ。僕も実体験として10代の時に、この業界入って、一つやっぱ嫌だったのは、おじさんたちが過去のことばっか喋る。この人たち未来にもう夢希望ねえんだと思って、むしろかわいそうになったね。そういう人にはやっぱ一切ついていきたいとは思わない。確かに、そうはなりたくないなって思いました。ありがとうございます。今のお話を聞いて思ったのは、がん管理職にならないようにするためには、一番はもう組織として正しいことを言える管理職になること、その行動として長期的な目線を持って計画を立てたり、長期的な成果を追ったり、短期的な結果も追うような管理職になりたいなと思います。あとはあんまり過去の栄光を喋らないようにします。あんまりっていうか喋んない方がいいよね。そうですね。未来のことを喋る人になりたいですね。借りたいです。そうありましょう。ありがとうございます。皆様からいただくいいねやコメントはいつも見ていて励みになります。この動画が気に入った方はぜひいいねやコメントをお願いいたします。